ほら、すごいでしょ。はい、どうもキリオです。いつもご視聴ありがとうございます。今回からですね、4回のシリーズに分けてポータブルエスプレッソマシンを特集したいと思います。ポータブルエスプレッソマシンというとですね、アウトドアで使うイメージが強いですけれども、おじさんエスプレッソの動画を投稿する関係上ですね、各メーカーさんからポータブルエスプレッソマシンを提供される機会が多いもんですから、今手元にあるですねモデルを4回に分けて紹介していこうかなと思います。今回紹介するモデルはこちらです。スタレッソクラシックポータブルエスプレッソメーカー。それじゃあ早速ね、個別に見ていきたいと思います。このスタレッソクラシック、電気も火も使わずにですね、手動のポンプ式で手軽に本格的なエスプレッソを抽出できるということで、数年前にも日本でね、いろんな方に紹介されて、見たことあるとか、もしかしたら中にはね、実際に買われた方なんかもいるかと思うんですけれども、非常にねシンプルなデザインでおじさんは気に入ってます。それではね、基本的な構造を見ていきましょう。外観のデザインはこんな感じです。すごくシンプルですよね。で、まず一番下が灯台になってまして、蓋を開けると中に計量カップが入ってます。ガラス製です。で、ベース部分はこんな感じ。蓋があって、でこれが本体ですね。本体の上の部分は空気を圧縮するピストンになってて、蓋を回すとロックが外れて、それでこれでピストンになってます。本体の上はお湯が入る部分ですね。で、下が外すとコーヒー粉を詰めるバスケットになってます。で、本体の下側にはですね、シャワースクリーンがついてます。あとですね、この計量スプーンですかね。これでバスケットに粉を詰めて、でここの底の部分でタンパーの代わりに粉を押し固めるっていう使い方になります。でこのねスタレッソクラシック、初めに言っておきますけど、おじさんはすごく気に入ってるんですよ。高く評価してます。で、高く評価してるんですけれど、まず最初にね、悪い点を2つあえて言及しておきます。あれだけね、数年前にみんなが絶賛してたスタレットクラシック、絶賛した後ね SNS でほとんど見ないんですよ。でこれね、理由があるんじゃないかなと思って、おじさんの個人的な理由です。でこれスタレッソの本社からおじさんのところに送られてきた時に開封してね、初めて見た時にこりゃダメだなと思ったところがあるんですよ。2つもう致命的な。まず1点目がですね、粉を入れづらい。こんなねちっちゃいバスケットにこの計量スプーンで粉を詰めろって言うんですよ。入れづらいし、こぼれると、粉が毎回。でこれおじさんの持論なんですけど、どんなにいい道具でも使いづらかったら使わなくなるんですよ。毎回のことなんで。毎回粉詰めるたんびにポロ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 粉こぼれて、粉ももったいないし、コーヒーもねもったいないし、もう掃除しなきゃいけないし、
でましてやポータブルエスプレッソメーカーだっていうんだったら外で使うわけですよね。外に持ってって粉こぼしながらそんなできないですよ。でタンピングもね、これでまともなタンピングができるわけないんですよ、こんなの。毎日使いづらい、面倒だっていうのがね、ちょっと大きなマイナスポイントだなと感じたところです。あともう一点はですね、取扱説明書通りに使っても美味しいエスプレッソ出ないんですよ。出ないって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、コーヒー粉の使う量が取扱説明書だと 8g から 10g ってなってるんですよ。でね、仮にもエスプレッソメーカーなんで、エスプレッソには抽出比率ってあるんですよ、適切な。だいたい一般的に1対2から、一生懸命頑張って伸ばしても1対 2.5 ぐらいまで。これ 8g で1対2だったら抽出するエスプレッソの適正量で16とか17とか 10g の粉使ったってね、20とか一生懸命頑張ってもシャバシャバなやつで25とかでしょ。少なすぎるんですよ。結局どういうことが起きるかっていうと、あんまり詳しくない人がこれ使うとシャバシャバなね、クレマなのか単に泡なのか分かんないのが浮いてるようなやつになっちゃったりとか、あとね、見栄えのために無理やりクレマ出そうとすると 10g の粉を思いっきり細かく引くわけですよ。粉が細かくなればなるほど粉の粒子の密着度が強くなるんで、ポンプをしてもなかなか出てこない。でもクレマのためにこうね、無理やりポンプをして1分半とかかけて出ました、すごいクレマ出ました、美味しそうって飲んで、美味しいわけないんですよ、はっきり言って。1分半もかけて抽出したエスプレッソなんでね、だいたい30秒とかプレイでだって40秒ぐらいですよ。それ1分半もかけたエスプレッソね、美味しくないんですよね。結局ね、どうでしょう、買われた方も未だに使ってる方っていらっしゃるかどうかあれですけど、だんだんみんな使わなくなってくる。すごくね、もったいないなと思うんですよね。このストレートクラシックって本当ポテンシャルはすごく高くて、おじさんもなんとか美味しくできないかなと思って無理やりやってたんですけれど、どうしてもその使いづらさの点が気になって何かないかなと探したんですよ。で探したらあったんですよ。これなんだかわかります？スタレスト純正のドーシングリングとタンパーなんですよ。これね、メーカーのホームページになくて、アメリカアマゾンにメーカーが出店してたんですよ。それ偶然見つけて、でおじさんね、自分で買いました。これ提供された商品のメーカーのパーツを提供された人間が自分で買うっていうのは本当に気に入ってるっていう証拠ですから、これはねすごいですよ。普通のエスプレッソ用のドーシングリングと一緒でマグネット式になってるんで安定して、もうこれを取り付けるだけで粉入れ作業が劇的に楽になりました。でもう一つの利点は、これをつけると粉量 12g いけるんです。というか 12g がこのバスケットの最適な量だとおじさんは個人的には思います。で粉量 12g にすると抽出比率的にも30近くまで美味しいエスプレッソを出せるんですよ。でこの金属製のですね、ごついタンパーですよ。これを使えばしっかり水平に圧力かけられるんです。必要な、もうこんなのとは違うんでね、全然大きさも違うじゃないですか。しっかりタンピングできるので、抽出に必要な、地面の圧力を作り出すこともできるんで、この2つを使ったことでスタレッソが本当の実力を出せるんですよ。じゃあ今からですね、このオプションパーツを使ってスタレッソのエスプレッソ、どんなねエスプレッソが出せるのかっていうのを実際に抽出してみたいと思います。それでは早速ね、エスプレッソを抽出していきましょう。まず最初に
本体部分をお湯で予熱します。こう入れて、お湯を注いで、漏れてきますけどね、気にしないでピストンを入れてて予熱しててください。次にコーヒー豆を 12g 用意します。ちなみに豆はですね、おじさんがいつも撮影で使っているコーヒーさくらさんのブラジルの中入りナチュラルですね。これ別にエスプレッソブレンドでも何でもなくて、普通のシングルオリジンフィルターコーヒー用のやつです。これを 12g。 こんなもんかな、ちょっと惜しい。次はグラインダーでコーヒーをひいていきます。今回流度は、C40 のレッドクリックスで21クリックです。いや疲れんですけどね、一応ポータブルエスプレッソメーカーなんで外で使うっていうことも考えて、あえて電動グラインダーじゃなくてコマンダンテ使ってますけども、引き具合はこんな感じです。そしたらね、バスケットにドーシングリングを取り付けてコーヒー粉を詰めていきます。このリングがあるとね、全然粉を詰めるのがすごく楽です。はい、粉が詰め終わりました。だから次にですね、WDT ツールを使って粉を均等に配分していきます。軽くね、粉の塊をほぐしてやると均一に抽出ができるようになるんで美味しくなります。こんな感じですね。はい、火を直してあげて、これで外すとですね、こんな感じで 12g の粉でちょうどいい感じなんです。だからこれドーシングリングつけたままでタンパーを置いて水平にタンピング、最後ちょっと力を入れてタンピングを終了します。するとね、こんな感じでパックが準備できるんで綺麗でしょ。そしたら、さっき予熱しててしっかり拭き取った本体にバスケットを取り付けます。この時しっかり取り付けてください。完成です。そしたらタンクの50のメモリのところまでお湯を注ぎます。こんな感じで蓋を閉めて準備は完成です。今回は抽出の様子が見やすいように直接エスプレッソグラスに注いでいきます。では本体をセットしてピストンのロックを外したらいよいよ抽出に入ります。よいしょよいしょよいしょ。初めは軽く抽出が始まりました。すごいいい車が出てませんか？はい、軽くなったんで抽出完了です。すごくいいでしょ？どうですか？
これがですね、スタレッソのエスプレッソなんですよ。すごくないですか？今アングル変えて上から見てるんですけど、いい車でしょ？おじさん普段やらないんですけどね、砂糖も置いてみましょうか。ほら、すごいでしょ？あの時間で。エスプレッソブレンドでもなんでもないんですよ。適正な抽出比率と粒度と時間で抽出すれば、スタレッソクラシックってすんごいエスプレッソできるんですよ。ほんと手軽に。せっかくなんでいただいてみますね。いや、めっちゃうまいっす。本当にうまい。以上がスタレッソクラシックエスプレッソメーカーのご紹介でした。本当ね、おじさんが気に入ってるっていうだけあって、すごい実力があるポータブルエスプレッソメーカーです。アウトドアだけじゃなくて、例えば本当そんなに頻繁にエスプレッソをするわけじゃないけど、エスプレッソも試してみたいなっていう方とか、あとはラテアート練習したいなと。でもエスプレッソマシン買うまではなーっていうような方なんかは、これとナノフォーマーがあれば家で本当に簡単にラテアートの練習もできたりするので、そういう方にもおすすめです。あと以前買ってたんだけど今家で眠ってるなーなんていう方いらっしゃったら、ちゃんと適正な量で抽出すれば本当に美味しい素晴らしいエスプレッソが出るので、せっかくなんでね、ぜひ使ってあげてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回はですね、また違ったポータブルエスプレッソマシンを紹介したいと思いますんで、ご期待ください。それではまたお会いしましょう。